夜が空いてるところが多いのかこんにちは、リエポです。私はまだ博多におります。な。めちゃくちゃ晴れて昨日泊まったブラッサム福岡を出て、博多駅の筑紫口に向かっています。駅からね、徒歩2、3分のホテルなので、めっちゃ近いですよね。というわけで、チャリチャリの前にやってきました。自転車で行こうと思ったんですけど、めちゃめちゃ太陽が強いので電車で行きます。いや、もう最近日本の気温ってどうなってんのっていう感じですよね。絶対無理だ。地下鉄で行こう。中須川端駅はあと2駅先か。博多は地下鉄で行きたいところにさっと行けるから便利だな。宝くじ売り場だ。買っちゃおう。ドゥル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 、当たりました。3枚買って2枚当たるってなかなかの勝率だな。皆さん、博多の中洲って言ったら一般的にどういうイメージ持たれますかね。私は昭和の人間なので、中洲って言ったらね、昔の社長さんたちが綺麗なお姉ちゃんに会いに飲みに行くぞみたいなニコニコ顔で言ってたイメージがあるんですけど、今回ね、私が行くのは中須川端駅の近くにある昔ながらの商店街なんですよね。お姉ちゃんがいるかはわかりません。2駅5分で到着した。早いな。川端方面出口はこっちか。なんかこういう風に案内があちこちにあると安心して迎えるな。5番出口。なんかね、出口が1から何番かな、1から5番まであって、中須川端の商店街に行きたい人、キャナルシティやリバレイン方面はこっち、5番出口から外に出ます。博多を歩いてるとやっぱり韓国語の表示が目立ちますね。電車の中でも地下鉄の中でも韓国の方が結構道案内聞いてた。日本語がみんなお上手なんですよね。旅行に着慣れているのかな。目の前に見えるのは博多リバレインモール、そしてすぐ横にあるのはおっぺけべ節で知られる川上音次郎さんの銅像です。なんか外国の方もよくわからずに誰だこれっていう表情をしながら写真撮ってましたね。日本初の女優川上貞奴さんの旦那さんでもあります。これ標識博多川端って書いてあるけど、中洲川端と博多川端とまた何かエリア分けみたいなのがあるんですかね。ひとまずこの川端通り商店街に入ってみます。この川端通り商店街って博多で一番古い商店街みたいで、130年ぐらいの歴史があるみたい。ちょっと大きめのカフェとかもありますね。なんか昔ながらのお店ばっかりかなと思ったら、ちらほら新しめのお店も見える。これはこの通りの山笠かな。ちょうど作っているところでした。これは初めて見るかも。KBC 福岡のテレビ放送局ですかね。上になんかいろんなキャラクターが見える。なんだろう、芸人さん。山笠っていうのをね、私知らなかったんだけど、表と反対側の見送りっていうのがあるらしい。表はなんか必ず櫛田神社の方を向かないといけない。反対側は見送りって言ってキャラクターが飾られることが多いとか。夜のお姉さんのドレスショップ。おいくらくらいなんだろう、こういうドレス。いいですね。通りのあちこちに昭和を感じる雰囲気。この名店街って言葉もいいですね。噂の半カレー。半カレーってなんだろう。
こういうね、雰囲気の入り口があると入っていきたくなるんですよね。このビルの名前といい、入り口の雰囲気から結構古いのかなと思ったら、中はなんかそんなに古い感じがしないですね。壁にもなんか最近の若者のアート的なものが描かれています。この定食めちゃめちゃ安い。ワンコインランチっていうの最近ではあんまり聞かなくなっちゃったけど、物価の上昇の中でお手頃な価格に抑えてくれてるのっていうのはすごくありがたいですよね。お店の方は大変かもしれないけど。あ、さっき気になった半カレーだ。ハンバーグカレーだから半カレーか。1080円ってめちゃめちゃお手頃じゃないですか。なんかカレー見てたらお腹が空いてきたな。カレーとラーメンって見たらすぐ食べたくなっちゃうんですよね。でももうちょっとこの通りを歩いてみてからにしようかな。ここにも七夕飾りがありました。提灯のお店がありますね。これね、全部提灯に手書きで文字入れてるらしいですね。社長自らが職人であるっていうことにこだわり続けている老舗さんみたいです。これは写真撮りたくなっちゃいますよ。手芸屋さん。山笠用品が売ってる。ちっちゃい子もこういう格好するんですね。ちびっこ用の山笠のハッピー、かわいいな。下はこれ、博多鉄砲店の前に宝くじ売り場。当たりそうですね、これ。寛永5年1620年代徳川家光さんの時代からある鉄砲店みたいです。すごい歴史。私、将軍家光ぶらり旅好きだったな。結構ね、こういろんな街の商店街を行くと海外の方でね、どこもかなり混み合ってたりすることが多いんだけど、特にね、福岡だと旦過市場に行った時はほぼ周りが外国の方が多かった気がするけど、この川端通り商店街はね、そんなに人にぶつからずに穏やかに見ていけたので、それがまた良かったですね。なんて言うんだろう、あんまり人が多すぎると情緒も感じないので、ちょうどいい人通り、人の量というか、そう、なんか味わい深い商店街の通り、これをじっくり味わえる雰囲気がいいですね。だからこのぜんざい広場っていうのが見えたんだけど、このぜんざい広場は週末とかイベントの時にあったかいぜんざいが楽しめるみたい。食べてみたかったな。昔ながらのお店が多いのかなと思ってたら、こうやって見てるとね、新しいお店もところどころ入ってるんですよね。チェーン店みたいなやつとか。でもこの紙屋さんは好みの年代かもしれない。店頭にはいろんな柄のカラフルなマスキングテープが並んでた。これなんか英語で和紙テープって書いてあるんだけど、向こうだと和紙テープで通じるんですかね。日本のマスキングテープって種類もいろいろで珍しい柄もあってカラフルで可愛いですもんね。上を見上げると博多弁番付なんて垂れ幕も見えたりして、随所随所に博多らしさを感じるな。川端名物満腹亭。これって鉄板焼きか何かのお店？なんか福岡のソウルフードでこんなの見たことある気がする。今歩いている通りには福岡を代表する老舗和菓子店の千鳥屋さん、千鳥まんじゅうの千鳥屋さんもあります。白あんのおまんじゅうが美味しいですよね。あれ、このお店入り口でも見た気がすると思って調べてみたら、なんかこの中洲川端に5店舗ぐらい系列店があるみたい。チャイナドレスに普通のパーティードレスにウィッグ、花魁なんかもあるみたい。通りの途中で長浜屋さんってラーメンののれんも見たんだけど、こっちにも博多屋さんとか、なんか3店舗ぐらいラーメン屋さんが並んでますね。
豚骨ラーメンの匂いがする。めちゃめちゃあたりに豚骨の匂いが漂ってて、並んでしまう気持ちも分かりました。それにしても290円ってめちゃめちゃ安かったですね。なんかネットで聞きかじった情報によると、福岡市はもともと町の真ん中を流れる中川という川を挟んで、東側の博多は商売の町、西の福岡が侍の町として発展していったみたいですね。で、貿易の関係もあって、この辺りも賑わっていたそうです。で、櫛田神社の辺りには日本で最古のチャイナタウンもあったって言われているとか、ちょうどこの通りを行った最後に櫛田神社っていうところもあるんですけど、だからこの辺りに神社仏閣が多いのは、中国から帰ってきたお坊さんたちがまず博多にお寺を作って、それを地元の商人の方たちが手伝ったからって言われているそうです。八百屋さんまであるんだ。海外の人も結構集まってるな。そういえば私たちにとっては当たり前に映るスーパーマーケットの食材とかも異国の方にとっては面白いものだったりするみたいですもんね。花宿っていうのれんが下がっているのを見かけて、なんだろうと思ったら格安ドミトリーでした。そんな感じで一人でプラプラ通りを歩いていたら、通りの最後あたりで気になるお店を見つけました。ナタリー、お店の名前の雰囲気といい、この看板といい、そして食品模型といい、なんか雰囲気ドンピシャ好みなんですけど、もうちょっと先まで見てから考えようかな。なんかこの先にもまだ通りがあるみたいなんですよね。目の前に見えてくるのは櫛田神社の南神門。不老長寿や商売繁盛のご利益などもあって、博多山笠のスタート地点も櫛田神社からなんだそう。お櫛田さんって地元の方には呼ばれていて、とても親しまれているそうです。明太子屋さんもありました。神社を過ぎた先にもちょっとした通りがあって、居酒屋に焼肉屋さん、お花屋さんにお好み焼き屋さん、この先にはカフェもあったみたい。でももしかしたらあんまり昼間は空いてないのかな。夜が空いてるところが多いのかな。というわけで通りの端っこまで行って気が済んだので、さっきのカフェに戻ってきました。実は入る前に Google 検索で口コミをちょっと見てみたんだけど、あんまり高くなかったので入るのにちょっと躊躇してしまったんだけど、やっぱり何でも自分の目で見てから決めないとなと思って入ってみたら、これが大正解でした。めちゃめちゃ好みの感じの雰囲気のお店です。そうです。私の求めていたのはこういうお店なんです。向こうに見えるのは櫛田神社？この塀は櫛田神社の後ろ側の塀みたい。先客はとテーブルの方に一組か。カップルがいい雰囲気で語り合ってるな。邪魔しないようにしよう。昭和のカフェの定番、ホットケーキを注文しました。あとメロンソーダ。これね、メロンクリームソーダと間違えて頼んじゃった。お前カフェの雰囲気がいいって入ってきたのにコーヒーじゃねえのかよと言われそうなんですが、そうなんです。ホットケーキを頼んだらメロンソーダを頼んでしまったんです。この後ろの
石垣は昔からあるんですか？そう、向こう、石垣から向こうはね、串田神社のもの。何百年ってなるから。もうこの商店街も古くからあるんですか？一番古いの博多で。博多で一番古い。最初から喫茶店されてたんですか？それとも何かやってて、やっぱり年を取ってから何かを始めるっていうのは勇気がいるなと思ってですね。そりゃそうね。若いうちにもっと。そしてね、私たちの時代は良かったのよ。何でも OK だったから。今はやっぱりね、昭和はやっぱりいい時代でしたよ。一番いいね。本当にね。すごいみんなお金持ちだったっていうわけではないですけど、ゆとりがあってこう街も賑やかでしたしね。うちの子も下でやってたんですよね。昔は1階でやってて。そうなんですね。そのコーヒーショップ。私時代で。そうですか。やっぱ居心地がいいところはなくならないでほしいと思うものなんじゃないですかね。意外と2階だと落ち着くんですよ。そうですね。もうどこ行っても人が多いとちょっと疲れてしまって。この時は混むけど、うちで、向こうは全然タバコ吸うとこなんですよ。だから子供さんが入れられない。なるほど。最近はそうですよね。そういうお店がね、もうなくなる。カフェに何を求めるかって人それぞれだと思うんですけど、私にとってはとってもいい時間でした。また来たい。こちらも結構昔からあるお店なんだって。日本らしい陶磁器の専門店。ミニタヌキの置物が人気らしい。滑らかでミルキーな感じの白あんが美味しい博多通りもん。つい買っちゃいますよね、お土産。こちらは昭和元年創業のお店。現在3代目。インスタを覗くとなかなかいい感じのヘアスタイルが並んでる。川端通り商店街から博多リバレインの前に戻ってきました。この辺にレンタル自転車があるはずなんだけど、どこだ？アンパンマンミュージアムがあるからか、この辺のタイルにはアンパンマンのキャラクターが点在してますね。僕の顔を食べ。博多座の前を通ると上りがいっぱい出てました。上りがいっぱい出てますね。歌舞伎やってんのかな。レンタル自転車を探して博多座の横を歩いていたら、ちょっとおしゃれなコーヒー屋さんを見つけました。お店の前で佇む姿も絵になる。なんかね、この辺の通りリバレイン通りって言ってお店がいろいろ並んでましたね。山笠の飾りも置いてある。ちょこちょこお店があって楽しそう。なぜか文明堂。なんかうろうろしてたら、実は博多座のすぐ横にありました。レンタル自転車チャリチャリ。便利ですよね、電動自転車。街をプラプラ見て回りたい時って歩くのもいいんだけど、夏はめちゃくちゃ疲れるんで、この電動自転車助かります。いや、運転めっちゃフラフラ。我らのホンダのバイクがあったので、バイク便のお兄さんに道を聞いてみました。めっちゃ丁寧に教えてくれた。バイク乗りの人は優しい。この先の博多川沿いにあるブリティッシュパブ、いつも通るたびになんかおしゃれな雰囲気で気になってたんだけど、一度も立ち寄ったことないんですよね。リーズナブルにクラフトビールや英国料理が楽しめるお店みたい。今のバイクはゼファーかい？博多人形って昔は玄関や床の間でよく見た気がするんだけど、最近あまり見かけないですね。
さっきここをまだまだまっすぐって聞いたんだけど、不安になったら途中聞いていこうかな。なんかめっちゃくちゃ行列並んでる。ラーメン？一蘭でした。多分ほとんど海外の方な気がする。こちらはオンアターブルといって肉料理が美味しいお店。何回か行ったことある。おすすめです。天神の交差点、一番大きな天神の交差点過ぎて、2つ目ぐらいの信号を右だと思いますけど。わかります、ありがとうございます。第二福岡人に道を聞きました。2つ目って聞いたんだけど、もういくつ目なんだかもそれすら暑さでわからなくなってきたので、途中道を聞きながら進んでいったのでした。これも新しいビルですよね。ヒューリックスクエア、ホテルがあった気がする。なんだあのめちゃめちゃ変わった形のビルはと思ったらリッツ・カールトンでした。というわけで目的地に到着です。親不孝通り。なんかこれ昔は親不孝通りって名前で、一時期にこの親不孝という字の不孝というのが良くないっていうか、イメージが良くないっていうことで違う当て字がされてたみたいなんですけど、最近なんかね、また元の親不孝通りっていう字に戻ったらしいですよ。今私が歩いているのは福岡の天神北。かつて親不孝通りと呼ばれた一本の道です。名前の由来は1970年代の後半あたり、この辺りにあった小さな予備校。親の言うことを聞かないで浪人してまで通うなんて親不孝だっていうことで、気肉を込めて呼ばれたのが始まりと言われています。でそれが逆に親不孝上等っていうことで当時の若者たちに受けて、ここ80年代とかにはライブハウスとかクラブ、古着屋、レコードショップとかが次々と集まって福岡のストリートカルチャーの聖地へ進化したそうです。深夜まで賑わう若者の街っていうことでメディアにも取り上げられて、親不孝通りは当時の福岡のトレンド発信地として全国に知られる存在になったそうなんです。ちょうどね、その頃私福岡に住んでたんですけど、ある意味引きこもり的な学生生活を送っていたので、親不孝通りってね、当時行ったことがないんですよね。でこれ2000年代に再開発とか世代交代が進む中で、公式名称が親不孝っていうのの不孝が止める高校高し、止める高し、親不孝通りっていう風に変わって、でそれでも今も変わらず音楽と自由との精神が息づいている通りになっているっていうことですね。通りの入り口あたりに昔からあるレコードショップっていうのが何年か前まであったみたいなんですけど、ご主人が数年前に亡くなられてからはそのレコードショップはなくなって、系列店のバーかなが近くに残っているみたいですね。当時この辺りを歩いてた方、風景どうですかね。当時と変わってますか？この先にある公園も昔から公園はあったみたいだけど、交番の形とか公園の様子とかもだいぶ変わってるんじゃないかなと思われます。どうでしょうか。昔ここでその音楽の演奏とかをしている若者が集まっていたとか、通りにマップみたいなのがありました。皆さんのご存知のお店は残っているでしょうか。こうやって見ると本当にいろんなお店が集まってますよね。店名を見ながらこれはどんなお店なんだろうって想像するのがなかなか楽しい。さて、今回見たいところは一通り見たし、
そろそろ駅へ帰ろうかなと思ったところで、目の前にあるこれはあれじゃないかな、最近できたとかいうなんか新しいビル、ワンビル。ちょっとあれ見に行くためには自転車をどっかに返してこないといけないから、レンタル自転車を返却するポートを探しに行こうかなと思ってマップ見たらね、近くにチャリチャリポートがあるはずなのに、探せど見つからない方向音痴地獄です。というわけでぐるぐる回った果てにやっと到着したところがこのチャリチャリポート。海外の観光客の人もチャリチャリ使おうとしてましたね。便利ですね。というわけで汗だくで戻ってきました。ワンビル前、天神地下鉄駅からも直結なので便利ですよね。ここのすぐ先に天神の地下街があります。ショップはと地下1階地下2階にあって、あと上の方にも食堂みたいなのがあるのか。ひとまず入ってみます。このワンビルっていう場所はもともと福岡ビルと天神コア、天神ビブレの跡地に建設された建物なんだそう。地上19階に高さ97メートル。巨大複合ビルってやつですよね。天神ビッグバンプロジェクトの中核として開発されたビルなんだそうです。で、商業エリアとしては地下2階から地上5階までが商業エリア。5階に天神福食堂っていう天神最大級の食堂、200席ぐらい席がある食堂があるみたい。まず地下の方から行ってみようかな。この地下の1階には全15店舗が出店していて、うちの7店舗が天神のれん街、8店舗がフードホールかな、イート天神って読むんだろうかっていう2つのゾーンに分かれているみたいです。天神のれん街はね、なんかモダンな屋台風のエリアですね。気軽に立ち寄れる感じのお店が多いです。こちらはサラダボウル専門店。おしゃれな感じのサラダが並んでますね。きっとおしゃれな女子はこれでお腹いっぱいになるのでしょう。こちらは立ち飲みバー。地下1階レストランの美味しい料理持ち込み大歓迎って書いてある。せんべろメニューもありますね。地元の方はせんべろ会員にもなれるみたい。地元優待いいですよね。で、さっと飲んでさっと帰る。酒だけ飲んで帰っても大丈夫って書いてあるけど、これおつまみの小鉢もめちゃめちゃ安い。100円とか200円とか。で、カラフルな色が気になるこちらはオムライス専門店。オムライスって女子は大好きですよね。こちらはタベリーウォーカーっていうエリアで、食料雑貨とレストランのミックス店みたい。ショッピングと食事が一緒に楽しめるエリアなのかな。ちょっとね、この辺はゆっくり見なかったのでよくわからなかった。そしてこちらはみんな大好き和食居酒屋大衆酒場。焼き物や一品料理、日本酒1級酒2級酒、それに海鮮のメニューもいろいろありそうです。なんかお手頃な感じのおつまみが並んでますね。結構周りを見るとね、女子のグループが歩いてた。濃厚豚骨つけ麺。豊洲から直送って書いてありますね。九州初のもんじゃ焼き専門店なんだそう。こちらは博多鳥川大臣焼き鳥専門店です。でもカレーとか鶏丼も美味しそうですね。こちらは寿司酒場。酒の魚とうまい寿司。お手頃な価格でお寿司が食べられる。毎日オールタイムレモンサワー角ハイボール290円、焼酎390円。
これはベロンベロンになれますね。博多といえばもつ鍋のもつ鍋専門店もありました。ここも九州初出店の焼肉と手打ち冷麺のお店らしいんですよね。冷麺ってね、私結構好きなんですよ。これ盛岡練り出し手打ち冷麺って書いてあります。ちょっと気になる。いや、新しいビルだけあっていろんなお店があるな。確か地下2階にもなんか飲食店があった気がするけど、地下2階はスイーツ系が多いのかな。なんかフロア自体がいい匂いがする。というわけで地下2階はすっ飛ばして、地上2階の方に上がってきました。なんかね、エスカレーター上がってくる時からめっちゃめちゃいい匂いがするんですよ。で、コーナー曲がってここにたどり着いたら、みんな絶対ここで足を止めてる。ノーズショップさん、ニッチな香水の香り専門店なんだそうです。なんかね、オーソドックスないい匂いから嗅いだこともないような匂い、複雑な香りの香水がいろんな種類がある。こちらの真ん中にあるね、ゴミの花っていう香水、ゴミ山に咲く一輪の花をイメージした香りみたいなやつで、嗅いでみたら確かにゴミの花の香りの、ゴミの花というのを嗅いだことがないはずなのに、嗅いだ瞬間、あ、これはゴミの花だって思うような香り。うまく説明できてるかわからないけど、あとね、汚れたココナッツとか汚れた草とか汚れたピーチに、汚れたスエードみたいな汚れシリーズとか、あと、吸血鬼なんとかかんとかとか、黒い心臓とか、もはやそんな存在すら見たことがないようなものの香りなんかも並んでました。でもね、どれも嗅いでみたら、まるで人生のように複雑な香りがします。一度ぜひ体験してみてください。他にもこのフロアにはスキンケア&香り体験のお店とかもありました。こちらはアナログレコード専門店。3階は物販とライフスタイルフロア。地元のセレクトショップやライフスタイル雑貨店が並んでます。日本の夏の小物って可愛いですよね。緊張の夏、日本の夏。豚さんの蚊取り線香入れも可愛いです。夏といえば風鈴。いいですよね。こちらにも和の小物が並んでた。この組紐で作られたストラップがめちゃめちゃおしゃれで可愛かった。こういうのはおしゃれな女性が身につけるものなんでしょうね。4階はと、スノーピークが入ってる。アウトドア系のショップもあるのかな。フロア案内はと、スタバともう一軒カフェがあるんだ。これは蔦屋書店？結構広めの書店です。フロアをうろうろしていたら可愛らしいロボに出会いました。何これ？ペットロボットの歴史といえばソニーのアイボから始まって、今7代目ぐらいまで出たみたいですね。あとドラマにも出てきたりしたロボホン。いや、このラボットっていうロボットね、ずいぶん前に商業施設とかで見たりしてたんだけど、あんまり触ったことなかったんですよね。そしたらね、これ撫でたが最後どんどん気づいて寄ってくるんですよ。夏っこいを通り越してちょっと怖い。でもなんかこうやって撫でててクークーとか言われてるとだんだん可愛く見えてくるんですよね。不思議。これが生き物のような反応をするっていうことなんでしょうか。こうやって光るとおはようで、おはよう。
わかったなんかその前に抱っこをしてた。抱っこ抱っこねだってたんですか。抱っこねが抱っこ。そうなんだ。おはよう。そう名前呼んであげたり。おじちゃんおじ。反応して。喜んでる。はい。こんな感じの形で。あ、ラボット初めてです。ね、バイ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 はわからない。あ、バイ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 わかんない。バイバイあ、みんなしてくれました。バイバイバイかわいい。こういう生き物のような反応を示す学習型ロボットの未来ってどうなっていくんだろうなと思いながらエスカレーターを登っていってたどり着きました。5階にある天神福食堂、天神最大の200席ある食堂です。カフェメニューやアルコールメニューもある。アペリティーボタイムってなんじゃそりゃと思ったらね、この15時から20時っていうのは夕食の前に軽い軽食をつまみながらおしゃべりやアルコールと一緒に楽しむ時間みたいなことらしい。商業エリアは5階までって書いてあったけど、この上には何があるんだろうと思って上がっていく途中になんか人型の白い物体を見かけました。何これ、怖い。6階に上がってみたらめちゃくちゃ広いロビーがあって、会議後のサラリーマンみたいな人たちが集まってたので、こりゃ場違いなところに来ちまったと思って早々に1階ロビーに戻ってきました。天神地下街に行きたいと思います。ワンビルを出てすぐ目の前にある天神地下街に降りて行ってみます。このマークなんか気になってたんですけど、なんか調べてみたらこちらのデザインって黒川紀章さんの妹さん、黒川玲さんがデザインしたものらしいですね。水郷天満宮の水牛とヨーロッパのパイソン、野生牛を融合してデザインされたものだそう。日本の文化と西洋テイストを融合させた衣装となっているっていうことですね。天神地下街もちょうど100年ぐらいになるんじゃないのかな。この通りの独特なこじゃれた雰囲気というか、なんというか味がある雰囲気が好きですね、地下街。というわけで天神から地下鉄に乗って再び博多駅周辺に戻ってきました。これ泊まってたブラッサムホテルの真裏後ろの方ですね。うなぎちょっと食べたいなと思って、そしたらちょうど駅の近くにあったんで立ち寄ってみることにしました。福岡でうなぎってあんま聞いたことなかったんだけど、なんかうなぎも名物らしいですね。別のフロアに居酒屋みたいなのもあるんだ。予約してないんですけど大丈夫ですか？一人ってど限界ですかね。ど限界ですかね。お店2つあるんですけど、うなぎ屋さん。大丈夫です。おー、危ない危ない。ランチタイムじゃないから予約しなくてもギリ行けるかなと思ったら大丈夫そうでした。今夕方4時ぐらい。時間が早かったらランチメニューにいろいろついてたみたいだから、それ食べてみたかったな。まあでも今回普通のメニューを食べてみよう。せいろ蒸し、うな丼。単品はこちら。こちらはお昼の限定午前3時まで。お刺身とかうなぎの茶碗蒸しとかついてくるのがいいですよね。お酒のメニューはこんな感じ。焼酎和と黒霧御嶽砂糖に魔王も入ってる。日本酒はこんな感じ。こちらのお店は信州のうなぎの名店で修行されたご主人が目利き調理したうなぎが食べられるお店なんだそう。せいろ蒸しが名物ということで注文の前にこれも頼んでみました。かすあえ美味しいってなんか書いてあったの見たので、うなぎのかすあえって初めて聞いたんだけど、どんな味がするんだ。いざ実食。いや、これめちゃめちゃ美味しい。あっという間に食べ終わったところでメインディッシュの到着。お吸い物とお待ちかねのうなぎのせいろ蒸しです。なんかでっかい卵焼きが入ってる。うなぎのせいろ蒸し4貫4200円。
下のこれはもち米なのかな。結構甘めの味付けでした。このドドーンと入ってる卵焼きも甘めの味付け。外側の食べ応えは割としっかりしてるんだけど、中はふわっとした感じのうなぎ。容器がね結構大きめに見えるので食べきれるかなって思う方もいるかもしれないんだけど、女性にちょうどいいぐらいのご飯も少なめなので、私にはちょうど良かったですね。というかね、卵焼きで結構お腹いっぱいになったかもしれない。一見ね、一人で入るのはちょっと入りづらいかなと思う雰囲気かもしれないけど、私がちょうど行った時も2組ぐらい海外の方がいて、お店の方ともフレンドリーにコミュニケーション取られてましたね。スタッフさんも親切でした。博多駅に戻ってきました。博多ね、またゆっくり来たいなと思うんですけど、今度はね、もうちょっと人が少なめの時に行ってみたいなってことはなかなかないか。というわけで最後まで動画見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。